皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本の伝統食について一食ずつゆっくり解説していきます。今回は前回ご紹介した勝ち色に続き、縁起の良い色とされる常盤色をご紹介したいと思います。今回は緑系の色ということで、僕ずんだもんの声でお送りしたいと思います。常盤色にはどんな意味や歴史があるのでしょうか。なぜ縁起が良いとされるのか、一緒に見ていきましょう。動画の最後には常盤色と相性の良い配色もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。常盤色、JISの一般識名では深い緑とされ、資料によっては茶実を含んだ濃い緑色など様々に表現されます。松や杉のような常緑樹の深く落ち着いた緑色を表す色名です。英語にもエバーグリーンという常緑樹を意味する語句があり、常盤色もそれに通じる色とされています。常盤とは常に変わらない岩、常いはが語源とされ、いつまでも変わらないことや常しえを意味します。常の字は常に、永久に、岩は厚い岩のことで、どっしりとして動かない、安定して揺るがないことの例えです。木々の葉が一年を通して色が変わらず緑を保つことから、松などの常緑樹のことを常盤木と呼び、この常盤木の老木の葉の濃い緑色のことを常盤色と呼びます。日本では常盤木は古くから神様のよりしろとされ、神棚には榊が備えられ、お正月には門松が建てられるなど、神聖で欠かせない存在とされています。神様のよりしろとは、神様が降りてきた時に宿る場所や対象物のことを言います。また、おめでたいモチーフ、松竹梅の中でも最上位に位置づけられるのは常盤木である松です。冬でも葉が枯れず落ちずに緑をたたえることから、永久不変を象徴する吉祥の色として常盤色は古くから愛されてきました。7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された現存する我が国最古の歌集「万葉集」の中には常盤木を賛美する和歌がいくつも見られます。花や紅葉などの変化しやすい広葉樹のイメージの中には、無情、儚い、心変わり、移ろいやすいなどのニュアンスが含まれていますが、それらの不安定なイメージとは対照的である永遠性、神々しさ、変化しないなどのイメージを持つ常緑樹をたたえる歌が読まれています。その中には松をはじめ、杉、ヒノキ、橘、椿、榊、柘植など様々な常盤木が登場し、それぞれの神聖さや象徴性が表現されています。それらの和歌の中から大友のやかもちの歌を一つご紹介します。第20巻4501番歌、八千草の花は移ろう、時はなる、松のさ枝を我は結ばな。あらゆる花は美しいが、やがて色あせ散ってしまう。永遠に変わらぬ常緑樹である松の枝に永遠の願いを込めて結びましょう。動画の冒頭で常盤色は英語のエバーグリーンに通じるとご紹介しましたが、色彩研究家福田邦夫氏はご自身の著書「色の名前辞典519」の中で次のように述べています。日本語の常盤色は英語のエバーグリーンと同じ意味合いの濃い緑の微笑なのだが、英語のような永遠の若さへの憧れではなく、長い歴史を生き抜いた神秘的な生命の力に対する畏敬の念が込められているように見える。この言葉は今回常盤色を調べていく中で個人的に特に印象に残った一文でした。最後に常盤色と相性の良い配色をいくつかご紹介します。まずはじめにご紹介するのはなでしこ色です。
なでしこ色とはいわゆる現代でいうところのピンク色です。緑とピンクの配色は色相関において補色関係にあるだけでなく、自然界でもよく見られる組み合わせで、調和の取れた相性の良い配色として知られています。この2色を使ったファッションを AI にいくつか再現してもらいました。またこの2色を使用したデザインもウェブ上で見つけたので、合わせてご紹介します。昭和初期に活躍した洋画家和田三蔵が編纂した配色相関は、2010年に配色辞典大正昭和の色彩ノートという表題で復刻され、海外ではディクショナリー・オブ・カラー・コンビネーションとして出版され、高く評価されています。本書には常盤色を使った配色例も複数掲載されています。そこに記載された CMYK 値をもとにヘックス値を算出し、今回は2例をコンピューター画面上に再現してみました。動画内に記載のヘックス値はあくまでも参考値としてご覧ください。それでは常盤色を使ったこれらの伝統的な配色を2例ほどご紹介します。世界中のファッション業界をはじめ、さまざまな分野のクリエイターやインフルエンサーにも影響を与えている本書配色辞典。動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ一度お手に取ってみてください。まず挙げられているのは群青色です。この2色は色相関で隣り合う関係、いわゆるアナロガス配色に近いものと考えられます。ちなみに私はこの配色を見て、2色を使ったボーダー柄のラガーシャツやレジメンタルタイ、斜めストライプ柄のネクタイを真っ先に思い浮かべました。次に紹介されているのは黄色、茜色、石板色です。まさにクリスマスカラーを思わせる配色と言えるでしょう。色の少ない冬の季節にも生き生きと葉を茂らせる常盤木の緑が目にも心にも潤いを与えてくれる、そんな常盤色に映える素敵な配色だと改めて思います。日本人にとって大切な意味を持つ色、常盤色、いかがでしたか？今後もさまざまな日本の伝統色について深く掘り下げご紹介してまいります。ファッション、デザイン、ウェブなど皆様が日々の暮らしの中で色彩に触れる際のほんのわずかでも一助となれましたらこの上ない幸せです。気に入っていただけましたらぜひいいねやチャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。